ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、岸田首相に対する襲撃事件が発生しました。安倍総理の件もあって、またかという気持ちもあるわけですが、今回は死傷者については発生していません。しかし、死傷者が出ていなかったから、これで全て万事 OK というわけでもありません。襲撃事件が立て続けに起こってしまった理由や、改善すべきポイントはどこにあるのか見ていきましょう。それではどのようなことが起こったかニュースから見ていきます。首相がエビ試食した直後、お前何やっとんや。男を取り押さえたのは地元漁師。和歌山市の雑賀崎漁港を演説に訪れた岸田首相の近くで15日、筒のようなものが投げ込まれた現場に居合わせた地元の男性漁師は、産経新聞の取材に、直後に大きな音が聞こえた。頭が真っ白になり、足が震えたと緊迫した瞬間を振り返った。記事の補足なのですが、犯人を最初に取り押さえた男性漁師は50歳代だということが読売新聞の取材記事で明らかになっています。男性は威力業務妨害容疑で現行犯逮捕された男の3メートルほど後ろにいた。首相が地元のエビを試食し、演台に上がろうとした際、男が筒のようなものを投げ込んだ。お前何やっとんや。そばにいた漁師仲間が叫び、男を押さえつけにかかった。直後に警察官らがなだれ込み、男を確保した。この瞬間を見ていた男性は、男はシルバーっぽい色のリュックを背負っていた。顔はわからなかったと話す。そこから5から10秒ほど後に、ドーンという大きな爆発音が聞こえたという。現場は騒然とし、警察官らが一斉に避難を呼びかけた。男性によると、現場には午前10時半頃から聴衆が集まり始めた。かつては水揚げした魚などの競りが行われていた場所で、この日の聴衆も顔なじみの漁師や関係者がほとんどだったという。演説を前に所持品検査などは行われず、逮捕された男が聴衆を装って現場に現れた可能性がある。取り押さえた男性は直感的にまたリュックから何かを取り出すのではないかと感じたといい、安倍元首相の事件があったにもかかわらず、結果的に警備が甘かったと思う。雑賀崎のイメージが悪くなりそうで、地元の人間としてはそれが心配だと話した。では写真を使って現場検証してみましょう。聴衆が集まっているところ右側に岸田首相がやってきます。この時、犯人は画面中央奥あたりにいます。岸田首相がやってきて地元の関係者らと挨拶をしています。そして、岸田首相は聴衆に背中を向ける形で関係者と話し合っている時に、犯人がパイプ爆弾と思われるものを投げ込みました。物が投げられたといったことから、岸田首相も振り返って、この後避難を始めます。この時、物を投げつけた犯人の近くにいた漁師が取り押さえにかかります。犯人は一つ目の爆発物を投げ込んだ後、二つ目の爆発物を手にしているところでした。ですから、取り押さえにかかるのが遅ければ、二つ目のものも投げつけられていたことでしょう。男性漁師に続いて次々と現場に居合わせた警察官らが駆けつけて犯人を取り押さえます。この時手にしていた爆発物はその場に残されました。起爆する動作が間に合わなかったのか、この二つ目のパイプ爆弾らしきものは起爆しませんでした。その後岸田首相はこのような声明を出しています。今私たちは私たちの国にとって民主主義にとって最も大切である選挙を行っています。この国の主役である皆さん一人一人の思いをしっかり示していただかなければなりません。その思いで私は街頭演説の場に立ち続けます。この大切な選挙をぜひ国民の皆さんと力を合わせて最後までやり通す覚悟です。今回の事件では死傷者は一人も出ていないと今のところ報道されています。そういった意味では結果的には良かったわけですが、これはあくまでも犯人側の用意したものが不発かもしくは威力が足りなかったからこうした死傷者が出なかっただけであり、もしも犯人がもっと強力な爆発物を用意していれば多くの死傷者が発生した可能性があります。そうした意味では安倍首相の事件があった後においても残念ながら警備体制の強化はあまりされていなかったように見えるのは非常に残念なことです。もちろん警備や事前の計画などは以前よりももっと綿密に下準備がされていることでしょう。しかし全体状況から言えば多くの聴衆を前にするときにその距離感としては非常に近いものですし、また会場にいる人たちに対する手荷物検査などもできていないことから、ある程度性善説に立った非常に警備体制の緩さといったものを感じざるを得ません。そうした意味では、どこか会場を借り切って演説を聞きに来る人たちに対する手荷物チェックをするなどの警備体制の強化といったものはした方が良いでしょう。例えば今回は筒状の爆発物らしきものといったことで大きな音や煙は出たようなのですが、いわゆる飛散物や爆発力といったものとしてはあまりなかったようです。
しかし、手作りで何か爆発物を作るという意味では、パイプ爆弾以外にも圧力鍋爆弾や、もっともっと手の込んだ本格的な何か爆発物を作り出す人も出てくる可能性があることは間違いありません。日本においてはそうしたことが基本的には、随分昔の革命分子らが破壊活動をしたり、もしくは新興宗教による化学兵器テロなどもあったわけですが、どうしても中東におけるような何十人何百人と死傷するような大規模な爆発物テロといったものが想定外になりがちです。総理大臣、元総理大臣、そして現役の各大臣らにある程度限定する形でも良いから警備体制全般を強めてほしいものです。また、こうした事件が安倍首相の事件以来のものとして考えた場合において、報道の仕方もこれからは変更してほしいものです。特にやってほしいのが、犯人がどのようなメッセージやどのような思いで犯行に及んだか、その全文やその意図について報道で垂れ流しにするようなことは私はやめた方がいいと思っています。というのも、何か全国民に向けてメッセージを発したいときに、さあ首相を狙えばそれが簡単に叶うよという考え方が広がってしまうのは、これは警備上においても非常に危険なことだと私は思うからです。また、そこで発せられたメッセージに対して、目的があったんだからこのような犯行が許されるみたいな意見が出てくるのも、これもまた危険なことだと私は思います。言いたいことがあったとしても、それが誰かを殺害や危害を加えることによって成し遂げられるような社会というのは私は安心安全な国からは遠ざかってしまうことだと思います。特に日本においては、選挙がまるっきり不正まみれで、どんな投票をしても結果が決まっているといったようなそのようなことは日本ではありません。ですから、自分の言いたいことや社会問題にする問題提起をしたい場合においては、いかにして言論活動をするかといったことの方がより健全なものです。例えば私はこうやって政治的なメッセージを YouTube の動画にしていますが、よーし何か自分の意見をみんなに聞かせてやろうみたいな形でテロ事件を計画するようなことがあれば、それは明らかにやり方として間違っていると皆さんは思われるでしょう。実際その通りで、暴力を元にしたメッセージの発信などは肯定されるべきものではないのです。そうした少し硬い話を横に置いとくとしても、今回は漁師さんがすぐに犯人に組みかかったといったのが2個目の爆発物が起爆しなかった理由だと思われるので、危ないことではあるもののお手柄だったと私は思います。誰しもがああいった場面ですぐに行動に出られるとは限らないものです。というわけで今回の動画は岸田首相に対する襲撃事件が発生しました。幸いにして死傷者は出てはいないのですが、残念ながら安倍元首相の事件以来、目立って大きく警備体制が変わったというわけでもなさそうというのがちょっと残念なところでした。皆さんは今回の件どのようなことを思ったでしょうか？ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。まったねー。